こんにちは、皆さん。今日は日本の文化についてお話しするよ。日本ってお寿司やアニメの国ってイメージが強いかもしれないけど、実はもっとたくさん面白いものがあるんだ。じゃあ早速日本の文化ツアーに出発しましょう。1、コンビニエンスストアが便利すぎる。まずは日本のコンビニから。コンビニってそんなに特別って思うかもしれないけど、日本のコンビニは他の国とはレベルが違うんだ。24時間営業で食べ物、飲み物、コスメ、文房具、クリーニングサービス、チケット購入まで何でもある。あとトイレが無料で使えるっていうのもポイント高いよね。しかもおにぎりが美味しい。ただし100種類くらいあるから、どれを買えばいいか迷うのが唯一のデメリット笑い。2、和菓子は芸術作品。次は和菓子。日本の伝統的なお菓子なんだけど、見た目が本当に芸術作品みたいなんだよ。和菓子って言ったらあんこを使ったお菓子が多いんだけど、これがまた独特な味で一度ハマると抜け出せない沼。羊羹とか大福とか最初甘くない？しょっぱい？って感じるかも。でもね、2回目からはこれだよ。これってなる魔法の食べ物。しかも季節ごとに桜や紅葉をモチーフにした和菓子が登場するから、見た目も楽しめるんだ。3、温泉でリラックス。次は日本人の大好きな温泉について話さないわけにはいかないでしょ。温泉って言ったら裸で入るんだけど、初めて行くとちょっと恥ずかしいよね。でも安心して、他の人もみんな同じだからすぐ慣れるよ。温泉にはいろんな効能があって、肩こりや肌の調子を整えてくれるんだって。特に雪が降る冬に外の露天風呂に入ると、ああ生きててよかったって感じること間違いなし。ただここで一つ注意。温泉に入る前には必ず体を洗わないといけないんだ。これ日本人にとっては当たり前だけど、外国人観光客がそうだったの？って驚くポイント。もし温泉に行くときはしっかりマナーを守って楽しんでね。4、日本のトイレは未来的？さて次はちょっとユニークな日本のトイレ文化。日本のトイレはただのトイレじゃないんだ。温水洗浄便座ウォシュレットがついてて、しかも音楽が流れたり便座が自動で開閉したりするんだよ。なんか未来のトイレに座ってる感じ。初めて使うとこんなにボタンがあるの？ってパニックになるかも笑い。でも一度慣れたら普通のトイレに戻れなくなるという罠。しかもトイレの音を隠すための音姫ボタンもあって、プライバシーは完璧。おもてなし精神。そして最後に紹介したいのが日本のおもてなし精神。これはサービス業だけに限らず普段の生活の中でも感じられるんだよ。例えば道に迷った時に誰かに聞くと、わざわざ一緒に目的地まで連れて行ってくれることもあるんだ。あとレストランで出されるおしぼり酒を拭くタオルとか、何気ない気配りがすごいんだよね。でもおもてなしがすごすぎて逆に緊張しちゃうことも。レストランで食べ終わる前にお皿を下げられるのを遠慮しすぎて、食べ終わってもしばらくそのままなんて経験あるある笑い。日本の文化って一見普通に見えることも、よく考えるとなんでこんなにすごいの？って驚くポイントがたくさんあるんだ。食べ物も習慣もちょっと変わってて面白いところばかり。次に日本に来るときはぜひ今回紹介したものに注目してみてね。もちろん笑顔と楽しむ心を忘れずに。それじゃまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。どう？楽しかった？興味が湧いたらぜひいいねとチャンネル登録をよろしくね。